皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしていきます。はい、皆さん、お元気ですか？そして、お久しぶりです。最近は文字だけのポッドキャストをお届けしていたんですけど、久しぶりに顔出しで動画を作りたいと思います。はい。最近コメントで、たまには顔出し動画も作ってほしいですって言ってくれる人が多くて、私はね、あんまり顔出しも顔出さないのも変わんないかなって思ってたんですけど、こんな感じで、たまにはね、顔出し動画も作ろうと思います。それから皆さんにお詫びしたいこと、すみませんって言いたいことがあって、それは最近投稿があんまりできてないんですよね。今まで週に3回動画を作ってたんですけど、今ちょっと忙しくなっちゃって、週に1回から2回の投稿になってます。すみません。なんとかパトレオンの方は動画をね、皆さんにお届けしようと思ってご用意してるんですけど、YouTube はどうしてもお仕事じゃない分、後回しになっちゃって、あんまり手が回ってません。すみません。できるだけね、時間を作って、またたくさん投稿したいと思っているので、皆さんぜひ見守ってもらえたら幸いです。はい。で、今回なんですけど、テーマは友達関係ですね。友達関係。具体的には、浅く広くな友達関係ってどう思うっていうお話をしたいと思います。浅く広く。浅いっていうのは深いの反対ですね。浅く、広く。狭くじゃなくて広く。はい。浅く広くな友達関係についてお話をしたいと思います。だから、その反対が深く狭くですね。はい。ちなみに私は深く狭くなタイプの友達関係が好きです。皆さんはどうですか？浅く広くが好きですか？それとも深く狭くが好きですか？すごく器用な人だったら多分広く深くもできると思うんですけど、これってなかなか難しいと思います。特に社会人になって仕事を週に5日とかね、している人は特に難しいんじゃないかなって思います。私自身がそうやって思いました。深くっていうのはすごく深い信頼関係があって、何でも話せるとか、何でも一緒にできるとか、そういう友達が深くですね。反対に浅くっていうのは、相手のことをそんなに知らなくてもいい。例えば趣味だけでつながってるとか、相手の家族のこととか、仕事のこととか、学校のこととかはよく知らないけど、でも仲良くしているような、そういう友達のことを浅くっていうかなと思います。私は深く狭くなので、大好きな友達のことはよく知っているし、よく知りたいと思います。私も自分に起きたことは、仕事のことでも、プライベートのことでも、ほとんど全部友達に話します。友達も同じです。私も友達の家族のことも知ってるし、友達の仕事のことも、プライベートのことも知ってます。何でも話せる友達ですね。気兼ねなく何でも話せます。気兼ねなく、これを言ったらダメかなとか、そういうことをあんまり考えないです。って言っても、私は学生の頃はもっと友達がいました。それこそ浅く広くな友達はたくさんいました。例えばクラスメートですね。学校ではすごく仲良くするけど、学校の後、放課後に遊んだりはしないとか、遊んでもそんなに深い話はしないとか、そういう友達は多かったです。それが悪いっていう意味じゃないです。でも、やっぱり心から信頼して何でも話せる友達っていうのは少しだけでした。で、今はその少しの友達としか連絡を取らなくなりました。浅く広かった友達はもう連絡を取らないですね。インスタグラムで相手のストーリーを
見ることはあります。ああ、この人は今、こういう風に生きてるんだなって見ることはあります。相手のことも別に嫌いになったっていうわけじゃないです。でも、直接メッセージをしたりとか、会おうよってあんまりならないですね。でも、深い友達とは、たとえ住む場所が遠く離れても、例えばテレビ電話で話したりとか、お互いのところに遊びに行ったりとか、そうやって今でもすごく仲がいい友達がちょっとだけいます。私はこのスタイルがすごく好きです。この今でも仲良くしてくれている友達は、これからもずっと仲良くしてほしいなって思ってるし、これからも大切にしたいと思います。こうやってね、学生時代と今だと、ちょっと人間関係が変わったんですよね。友達が減ったんですよ。これってなんでだと思いますか？これ、皆さんにも起きたことはありますか？皆さん今学生ですかね？それとも社会人ですかね？自分の立場によって経験って違うとは思うんですけど、もし今社会人っていう人は、もしかすると私に共感してくれるかもしれないですね。あるいはもっと上手に人間関係を構築、作ることができる人だったら、社会人になっても広く深く友達関係が築けている人もいるかもしれないですね。私がこうやって友達が減った理由は、やっぱり自分の生きる環境が昔とは変わったからだと思います。昔は学校に行かなきゃいけなくて、その学校に通っている人の中から友達を作らなきゃいけなかったですね。だからみんなと絶対に気が合うわけじゃなかったです。でも気が合わないわけでもなかったから仲良くしてました。でも今は自分で友達を選べますね。この人と仲良くしたいなって考えることもできるし、この人とは仲良くしなくていいやって考えることもできますよね。で、特に環境が変わって、お互いが週に5日仕事をしていて、他にも結婚をしたりとか、子供ができた友達も多いです。そうすると、話ってあんまり噛み合わなくなりますよね。例えば、友達が自分の子供の話をしたいのに、私には子供がいないから、私と子供の話ってしにくいですよね。私はわからないし。一方で私は仕事の話がしたいけど、友達は子供の育休を取っている。育休っていうのは子供が生まれたから育てるために仕事を休むことです。だから今は子育てだけをしています。そういう友達と仕事の話ってあんまり盛り上がらないですよね。そうやって話したい内容が変わるんですよね。そうするとやっぱりもう会わなくていいかなってなる友達もいますよね。でも社会人ってすごく自由じゃないですか？会社の人とは仲良くしなきゃいけないかもしれないけど、仕事が終わったら自分の趣味をすることができるし、もちろん学生時代の友達とまた遊ぶこともできるし、習い事に通うこともできますよね。あるいは子供ができて、子供の友達の親と仲良くすることもできますよね。みんな生きる場所を自分で選びやすくなるんですよね。もちろん完全に自由じゃないと思います。でも学生時代よりは自分の意思で誰と仲良くしたいかっていうのを選びやすくなると思います。それってすごく自然なことだし、ライフステージが変わるっていうのはいいことだとも思います。そうやって人生が変わることを楽しめる。それが生きるっていうことですよね。昔はやっぱり
友達が多い人はすごいとか、友達が多いのはその人に魅力が大きいからだとか、そういうふうに考えてました。それは多分事実ではあります。その分、私は友達が少ないのは、私に魅力が少ないからだって考えて落ち込んだ時もありました。まあそれが事実じゃないわけではないと思います。でも、最近はそういうことで悩まなくなったんですね。大人になって、社会人になって、みんな自分で居場所を選べるようになって、これはすごく生きてるっていう感じがしますね。みんなと仲良くしなくてもいい。自分の好きな人と仲良くすればいい。そういうふうに選べるようになったんですね。それに、自分のライフステージが変わったからこそ仲良くできる人も増えました。そうやって友達は減ってもまた作ることもできます。それが社会人の良さですよね。皆さんはこれについてどう思いますか？友達は多い方がいいって思いますか？それとも大切な友達が少しだけいればそれで十分っていうふうに思いますか？どっちの意見も間違ってないと思います。それぞれ自分にとって心地のいい生き方を自分で選べるっていうのが社会人ですよね。私はそう思います。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。はい、今回のお話はどうだったでしょうか？楽しんでもらえましたか？こういうお話が面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、寒くなってきたから体調に気をつけてくださいね。では、また別の動画でお会いしましょう。またねー。